はいどうも、初めてのリスク、ミントです。みなです。今日は同じ括弧が命令にもデータにもなる回です。での命令は10になったのに、小さな記号を1つ足したら括弧の形でそのまま残った。先頭のシンブルクオートが命令の評価を止めました。同じ括弧なのに動くカードと保存できるカードに切り替わるの？これマジ？今日もミントと一緒に手を動かすよ。よかったら登録してゆっくり見守っててね。まず実験に使うダブルを作ります。数字を2倍にする関数です。空積の X を受け取って2をかける。これはもう読めるよ。5を渡すと10。いつもの関数だね。今度はダブル5という命令カードの形をそのままリストに保存したいとします。リストの中へ入れれば良さそう。リストはいくつものものをまとめる箱だったよね。では結果を予想してから試しましょう。括弧の中にダブルと5が残ったリストが出ると思う。あれ、ダブルが消えて10だけ入ってる。ゲットは内側のダブル5を先に評価しました。10になった後、その10をリストへ入れています。保存箱へ着く前に命令カードが動いちゃったんだ。普通の括弧は先頭の関数を呼ぶ命令として評価されます。リストの中へ書いてもその規則は同じです。では命令カードを動かさずに箱へ入れる合図が必要だね。そこで使うのがクオートです。中身を評価せず書かれた形をデータとして返します。クオート命令カードへ一時停止をかける合言葉みたい。その感覚で試してみましょう。まずは長い書き方です。ダブルが10に変わっていない。括弧の形で残った。結果の先頭にも小さなクオートがつきました。これはリストのデータとして保存された印です。命令の評価はクオートが止めています。長いクオートシングルクオート1つに縮められるんだ。はい。の直後にある1つのデータをそのまま受け取ります。左は関数を呼んで10、右は命令名と5が並ぶリスト。記号1つで役割が変わったね。数字や文字列は普段からそのまま値になります。クオートが力を発揮するのは名前やリストをその形のまま扱いたい場面です。括弧の中身を眺めたいとき、まず動きを止めるんだ。保存できたダブル5は普通のリストとして調べられます。リストの回で使った先頭を取るファーストも使える？使えます。結果を見てみましょう。先頭からダブルという命令名そのものが出てきた。実行結果の関数を取り出した形ではありません。ここではダブルという名前がデータになっています。ベストなら残りの5がリストで返る。命令名と材料に分けてみられた。リスクの括弧は先頭に何をするか、その後ろに材料が並ぶ形でした。同じ形をデータとしても扱えるのでリストの道具がそのまま使えます。括弧の形がきれいに揃っているからコード専用の特別なハサミを用意しなくても分けられるんだね。これが自分で小さな言語を作る時にも効いてきます。受け取ったカードの先頭を見てどの命令か判断できるからです。データになったコードを分けられるなら逆に部品から作ることもできる？できます。足し算の命令名3をリストでまとめます。プラスの前にもクオートがある。プラスを今すぐ呼ばず名前としてリストへ入れているんだね。できた。画面では足し算の命令と同じ形に見える。この時点のカードはデータです。まだ7と3の足し算は動いていません。プラスと7と3を工作机で括弧のカードに組み立てた感じ。その通り。材料の数字を変えれば別のカードも作れます。例えば7を20に変えれば20と3を足すカードになる。プログラムが別のプログラムの形を作れるんだ。ここがリスプらしい面白さです。コードの形がリストなのでこれまで覚えたデータの道具で組み立てられます。カードは足し算と同じ形になったよね。最後にこれを本当に動かせる？仕組みを見る実験として評価用の関数へ渡してみます。基本の命令が入った辞書も一緒に用意します。保存していたプラス3のカードが動いて10になった。最初はデータとして組み立て最後に評価へ戻しました。命令からデータへ行ってデータを組み替えてまた命令として動かせる。往復できた。ここで使った評価用の関数は普段の足し算に毎回使う道具ではありません。今日のようにコードがデータになる仕組みを観察するときに分かりやすい実験です。普通に7と3を足すならそのまま足し算の式を書く方が読みやすいね。外から届いた文字を無条件に評価すると危険もあります。自分で内容を確かめた小さなカードだけで試しましょう。アムダで名前のない関数を作った時も驚いたけど今日は関数を呼ぶコードそのものまで値として持てたんだね。関数も値、コードもデータ、この積み重ねがリスプのような小さな言語を作る準備になります。自分の言語を作る側は受け取ったコードをまずデータとして読みます。そしてファーストで先頭を見ればプラスなのかifなのかラムダなのかを判断できる？その発想です。先頭の名前に合わせて残りの材料をどう扱うか決めます。
今日のダブル5を分けた実験が言語の中身につながってる。教材のミニリスプでもクォートのついたデータは中身を評価せずそのまま返す短い規則で処理しています。クォートを見つけたら中のデータをそのまま返す。今日体験した一時停止がこの一項に入ってるんだ。今日はその評価値を書くところまで進みません。まずはコードをデータとして触れる感覚を持ち帰ってください。カッコが多い理由も少し見えた気がする。形が揃っているから読む側も作りやすいんだね。今日の主役クォートは中身を評価せずデータとして返す合言葉でした。シングルクォート一つで一時停止。ファーストとレストで分けてリストで新しいカードも作れた。同じカッコの形が動く命令にも保存して調べられるデータにもなります。コードはデータで難しい標語だと思ってた。今日は手で触れるリストになったよ。この感覚が自分の言語やコードを作るマクロへつながっていきます。小さなクォートにこれマジってなった人はコメントで教えてね。一緒に続きも作りたい人は登録して次の命令カードを待っててくれたら嬉しいな。それでは初めてのリスプミナとミントでした。バイバイ。